皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2020年の1月の20日ですね。月曜日ですね。時間が日本時間の夜の9時30分ということで、20分か。約20分ぐらい遅れました。申し訳ありません。今日のワイワイニュースライブは通算で2922回目ということです。で、今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、今日発表された反貧困国際 NGO オックスファムの年次報告書は、世界の貧困と不平等の解決策は最富裕層への追加課税と主張しているが、これは間違っているというのが今日のメインテーマです。今日の放送、音声も映像もですね、今のところは順調に配信されているということです。今日月曜日の放送を始めますけど、最初にですね、いいニュースなんですけど、この間、田中隆作ジャーナルへの34万円ぐらいのサーバー利用料というのが舞い込んできたということで、今月の24日までに払わないと配信ができなくなるということで、皆さんに財政支援を呼びかけたんですけど、田中隆作さんの記事の最後にですね、皆様のご支援のおかげでサーバー代は支払いのめどがつきましたと、感謝の言葉も見つかりませんと、本当にありがとうございましたということで、どうにかこの難関をですね突破できたということで、良かったと思いますね。そして、先週の金曜日ですねの夜のワイワイニュースライブの、メインテーマですね。これ抜けてましたね。メインテーマ。えっ、と、メインテーマは、新コラムですね。新コラム、市民革命政権が目指す社会とは何かというのを始めます。これは第1回目として、労働時間と賃金、政治家と公務員の特権廃止と、こういうものを先週の金曜日のメインテーマにしたんですね。それのちょっと待ってください。ちょっとこれが抜けてたんで、これですね。これが抜けてました。
そうですね。ちょっと、これですね。先週の金曜日のメインテーマ、新コラム、市民革命政権が目指す社会とは何かということで、ナンバー1、労働時間と賃金、政治家と公務員の特権廃止と、これの YouTube 表紙ということで、このように、分かりやすくですね、表紙にしていただきました。上の方が新コラムですね。ちょっと見えにくいんですけど、市民革命政権が目指す社会ということで、ナンバー1、労働時間と賃金、政治家と公務員の特権廃止ということで、国会議員がですね、嬉しそうに、議員年金等々の特権を享受しているということで、これを廃止するということですね。優遇されすぎという、こういうあれです。そして、現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが314名様、YouTube が396で全部で710名ということです。そして次に今日の画像ですね。今日の画像はこのメインテーマ、フォックスファムが毎年ダボス会議の直前に年次報告書っていうのを出すんですね。で、国際、反貧困国際 NGO フォックスファムというのがスイスを拠点にした NGO なんですけど、もともとはフォックスってオックスフォードなんですね。オックスフォード大学とそれから個人の慈善家が共同で作ったものなんですね。もともとはイギリスなんです。そして、途中から国際 NGO としてスイスに拠点を移したということなんですね。で、毎年、明日からですね、スイスのダボスで国際会議を開かれると。その直前に年次報告書っていうのを毎年出してるんですね。で、今日のメインテーマですけど、今年の年次、報告書の記事はですね、世界のビリオネア10億ドル以上の資産を持つ人と、10億ドルってことは1000億円以上の数は過去10年間で倍増し、最富裕層2153人は最貧困層46億人、世界人口の 60% 超よりも多くの財産を有していると。たった2153人が最貧困層46億人よりも多くの財産を持っていると。そして彼らの主張として、世界の最富裕層 1% がわずか 0.5% の追加の財産税を10年間支払えば、高齢者保護、介護、保育、教育、保険の業界に1億1700万人の雇用を創出可能な金額を賄えるという主張をしているんですね。で、その記事にこれはAFP の記事ですけど、これは毎年より、これフォーブスなんですね。去年の2019年6月段階での世界のトップ10ということで、1位がアマゾンのゾペスから2位がマイクロソフトのビル・ゲイツ、3位がルイ・ヴィトン、モエ・ヘネシーのベルナール・アルノ、フランスで、4位がバフェットさんですね、投資家ですね。5位がザッカーバーグ、フェイスブック、6位がエリソン、オラ
オラクルの創業者で、7位が、スペインのファッションメーカーザラの創業者、8位がこれはメキシコですねの通信業界の金持ちとカルロス・スリムで、9位がこれはロレアルの大株主、ベタンクールの娘さんでしょうね。で、10位がブルームバーグ創業者のマイクル・ブルームバーグということで、で、トップのジェフ・ペゾスの資産は約16兆8000億円ということになっていますね。これはフォーブスですけど、これが今日の画像の1番目ですね。そして2番目が、これよくわかるんですけど、日本の野党が自民党の別動隊であるという写真ですね。その前にこれだ。京都の市長選が公示されたということで、弁護士の福田さんという方かなが共産党と、京都はもともと共産党強いですからね、でれいわ新選組の推薦で、立候補しているということで、野党はですねこぞって立憲民主党も国民党も自民党公明党推薦の現職を支持しているということで、この写真、田中隆作さんの写真は非常に象徴的ですね。立憲民主党から国民民主党前原福山立憲民主党の幹事長ですね。それと自民党の伊吹文明、そして奥には京都の極右西田、これが仲良く並んでいるということで、五越同州っていうんですか、これが日本の野党の実態ですよね。自民党の別動隊であると。国会では対立の、プロレスみたいな感じで、やってますけど、夜の宴会とか、あるいはこういう選挙戦ではこういうふうに仲良く並んでいるということで、これが日本の野党の現実ですよね。から3番目、これは検察庁の前での抗議活動が始まったということ、権力のケツナメということで、これ田中隆作さんの写真ですね。日本の検察は全く腐っていると。検察がしっかりしていればこれほどひどい状況にならなかったんだという市民が抗議に集まったという記事です。こういう記事は絶対大手マスコミは出さないですからね。そしてこれがですね、オーストラリアの例の森林火災が雨が降って、鎮火したということなんですけど、ニューサウスウェルズで、次にはですね、このように、大規模な砂嵐が襲ってきたっていうんですね。すごいですねこれ。そして、あとは氷が降ったとかということで、気候が大変動しているということですね。そして今日の追加情報として、金曜日の放送の中で国会議員の特権として、飛行機がタダ券が配られるということなんですけど、
これが実際の国会議員の、航空券のクーポン券の実物なんですね、これ。それで中身がですね、こういうふうになってて、これは国会議員で、例の丸山穂高という例の維新で、北方領土は戦争しなければ取り戻せないとかなんか言って、で維新をクビになって、で無所属だったんですけど、 N 国の今は副代表みたいな感じで、収まってるとんでもないやつなんですけど、彼のクーポン券なんですね、飛行機代。そして、5月分かな、5月国会議員航空引換えクーポンということで、引換え券なんですね。でここに日にちから利用額、払い戻し額、残高等々書き込んで、代理店に持っていくと、チケットがもらえるということで、ここに、金額書いてあるんですね。5月分。彼は大阪ですからね、18万6720円ということで、おそらく東京大阪の往復の航空代の5回分ぐらいじゃないですかね。こういうものが、そして有効期限がこれ1年なんですよね。だからその月につかなければ本来だったら返すべきなんですけど、1年間自由に使えるというとんでもないやつなんですよ、これね。福山和人というものです。こういうものが配られているということで、今までのところをアップしますね。田中隆作さん、どうにか目処が立ちましたということでよかったですよ。それから金曜日のメインテーマ、そして金曜日の現時点での視聴者数全部で710名ということですね。それから今日の画像、これは今日のメインテーマ、世界の長者番付10位と。これは AFP のフォックスファムが年次報告書を発表したという記事の中に出てたんですね、これ。から日本の野党が自民党の別動隊という、これは違うわ。これは福山候補と、福山さんだ。そうです。共産党と令和が推薦する弁護士さん、福山さんですね。そして日本の野党が自民党の別動隊という証拠写真の一つということで、これ非常に分かりやすいですよね。西田自民党京都府連会長、伊吹文明元衆議院議長、
福山哲郎立憲民主党幹事長、前原誠司元民主党代表と、彼は国民民主党じゃないのかな、入ってないのかな。こういう図ですね。これが令和と福山さんっていう弁護士さん。そしてこれが日本の野党自民党別動隊という典型的な証拠写真ですね。これね、和気あいあいと。それから検察を弾劾しているということで、もう検察なんかいらないですよね。こんなんだったらね、給与返せと。からクーポン券の写真2枚ですね。というのが今日の画像です。そしてオーストラリアの森林火災が自由によって、恵みの雨ですねによって、鎮火したんですけど、その代わりに凄まじい、砂嵐が飛んできたということですね。ということです。で、次に、今日の推奨本の朗読ですね。このグレタたった一人のストライキということで、彼女もダボス会議に出て、明日からのダボス会議にトランプも出るということで、彼女も出るんですね。これの今日は第16回目の朗読です。イタリア旅行にかけてみるということで、妹のベアタが大爆発したということで、大変な混乱の中に家族は巻き込まれているということで、イタリア旅行にかけてみるということで、ほんの数週間で私たちの日常生活は再び粉々に壊れたと。私はちょうどストックホルムシティシアターに出演し始めたところだったが、精神状態は急降下、エネルギーは尽き、グレタの問題に対処した時のアドレナリンが湧いてこなかったと。きっとうまくいくからと、スバンテはいいビアタを連れて旅行することを決めたと。グレタは摂食障害のせいで旅行できなかったが、それ以前に環境のために飛行機に乗ることを拒否していたと。飛行機に乗ることは環境にとっては最悪なことと主張していた。でもそれが妹のためになるのならと譲ったので、スバンテとベアタはサルディニア島で飛行機で飛び、コルシカ島との海峡に面した美しいホテルに向かってレンタカーを走らせたと。プールに飛び込みレストランで食事をする、そのアイデアは今回も功を奏したようだったと。少なくとも数時間は。だがやがて、ベアタはパニックを起こし家に帰ると言い張ったと。トカゲがいるし嫌な音がするし暑すぎて眠れないと。今すぐ家に帰りたいと泣いたと。で、いいかい、今すぐには帰らないんだよと。飛行機の予定は1週間後だと言い聞かせても、そんなことは彼女には関係なかったと。ベアタは一晩中泣き続けたと。朝食の時間になっても収まらず、プールに行ってもただ泣くだけで家に帰りたいと連発したと。不安のあまり気分が悪いとも言い出したと。スバンテはとうとうホテルをチェックアウトし、
数分で荷物をスーツケースに詰めると、レンタカーに乗り込み、飛行場までの長い道のりを走り始めたと。車内のステレオでリトルミックスを最大音量でかけながら、リトルミックスは視覚過敏の対象にならないから大音量でも大丈夫なのだと。午後のローマ行きの便に間に合ったと聞いた私は、その翌朝のスカンジナビア航空ストックホルム行きの便を予約したと。ベネツィア広場近くの素晴らしいホテルに当日空いていた部屋が取れたスバンテは最上階のテラスに立ち、サンピエトル寺院に沈む夕日を眺めたと。フェイスブックを飾ったその写真には多数のいいねがつき、いい機会だから楽しんできてねという声援が寄せられたと。スバンテの問題をクローゼットに隠す癖は永遠の都でも抜けなかった。そして2人はストックホルムのアーランダ空港に帰ってきたと。落ち着きを取り戻したベアタは嬉しそうだったと。2016年の夏至祭前日、アーランド特急から中央駅に降りか、そこから家族4人で、中央駅から自宅まで歩いたと。リードにつながれたモーセスも一緒だったと。グレタとベアタは道端の花を摘み、ブーケを作ったと。夏至祭前夜に7種類の花を枕の下に入れておければ将来の恋人が夢に現れるのだと。ただしグレタは人気のないところでスバンテにこう言うのを忘れなかったと。パパたちは 2.7 トンの二酸化炭素を排出したと。その数値はセネガルの5人分の年間排出量と同じなんだよと。分かったとスバンテはうなずいた。これからは飛行機に乗らないように努力すると。こういうところですね。で、明日火曜日読むところ、この娘を助けてくださいというところですね。これ1、2、3ページということです。皆さんからのコメントですね。砂月さん、福山和人さんですね。京都市長選に立候補した共産党と令和新選組の推薦で立候補した。彼が勝てばかなり風向きが変わってきますね、これね。アフターマッチさん、コンティニューコイン。そして砂月さん、今日のメインテーマですね、オックスファムですね。そして、毎回、コメントで書いていただいている初めて、ご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有お願いしますということですね。K さんコンティニューコインです。から初耳さんがいつもたくさんのコンティニューコインありがとうございます。12345枚ですね。配信ありがとうございます。そして初耳さんが今日のメインテーマをリツイートしてくれました。そして石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと。から石森さん、コンティニューコイン配信ありがとうございますと。そして今日の放送の前ですね、砂月さんご案内、西山直弘さん、関西支部、西山さんかが語る、これが不当逮捕の真相ということで、レイバーネットの記事ですね、これ。それから砂月さん、アメリカ合衆国が自発的にイラクから撤退すると期待するのは無双と。マスコミに載らない海外記事と。そりゃそうですよ。絶対撤退しないですよ、あいつら。意図せざるを結果、トランプは中東を中国とロシアに渡すのだろうかと。マスコミに載らない海外記事ということですね。はい。ということで、次は今日のメインテーマですね。今日のメインテーマですけど、
今日発表された反貧困国際 NGO オックスファムの年次報告書は、今回も世界の貧困と不平等の解決策は最富裕層への追加課税と主張しているが、これは間違っているというのが今日のメインテーマですね。で、今年の年次報告書オックスファムは次のように主張していると。で、1、世界のビリオネア10億ドル以上の資産を持つと、1000億円以上ですねの数は過去10年間で倍増し、最富裕層2153人は最貧困層46億人、世界人口の 60% 超よりも多くの財産を保有していると。2、世界の最富裕層 1% がわずか 0.5% の追加の財産税を10年間支払えば、高齢者介護と教育、保育、教育、保険の業界に1億1700万人の雇用を創出可能な金額を賄えるんだと。こういう主張をしてるんですね。で、しかし、オックスファムはここ10年間に世界各国で極度に深刻化している貧困と平等ばかりでなく、2、テロと戦争、3、人間の生活と尊厳の破壊、4、気候変動と地球環境破壊の本当の元凶を巧妙に隠してんだと。それじゃあオックスファムが隠す本当の元凶とは何かと。それはオックスファムが言う世界の富裕層2153人ではなく、我々の生活基盤である実体経済の数十倍規模に肥大化して実体経済を全面破壊し始めた金融経済なんだと。これこそが本当の元凶なんですよね。それを隠してるんですよね。それじゃあ実体経済とは何かと、金融経済とは何かと。これは毎回言ってますけど、実体経済とは我々の日々の労働によって価値を生み出す実物経済なんだと。で、金融経済とは実体経済から派生した金と金融商品を売買するだけで何の価値も生まない博打経済なんだということですね。それじゃあ実体経済と金融経済の関係とは何なのかと。金融経済とは実体経済が生み出した各種金融商品を商品化して世界規模で売買して巨大化したものと。で、実体経済と金融経済の関係を分かりやすく言うと、実体経済は人間の健康細胞であり、金融経済はがん細胞ということ。すなわち金融経済とは実体経済である人間の健康細胞に取り付き、養分を吸い取って周囲に毒素をまき散らして死ぬまで肥大化するがん細胞のことなんだと。で、オックスファームは本当の元凶である金融経済を隠すために世界の最富裕層を前面に押し出してんだということなんですね。で、貧困と不平等、1、テロと戦争、3、人間の生活と尊厳の破壊、4、気候変動と地球環境破壊の本当の解決策とは何なのかと。それはオックスファームが主張する最富裕層への追加課税ではなくて、金融経済全体への課税であるということですね。これによって金融経済を縮小させて実体経済の破壊を停止させ、実体経済を復活させると。これこそが本当の解決策なんですね。で、オックスファームや経済誌フォーブスが毎年取り上げる世界長者番付の中には、資産50兆ドル、約5500兆円の欧州ロシアード家のような本当の金持ちの名前は決して出てこないんだということで、フォーブスが発表した2016年19年か6月時点の世界長者番付は以下の通りということで、さっき図表でお見せしたものですよね。あれ、これか。これが世界の10大富裕層ということですね。で、1位がジェフ・ペゾス、アマゾン.com 創業者、約
16兆8000億円の資産を持っていると。2番目、ビル・ゲイツ、マイクロソフト創業者、約11兆円。3、ベルナール・アルノ、ルイ・ヴィトン、モエ・ヘネシー会長、約10兆5000億円と。4番目、ウォン・バフェット、約9兆円。バクシャー・ハサウェイ経営者、国際投資家ですね。から5番目、マーク・ザッカーバーグ、約7兆5000億円。フェイスブック CEO。6番目、ラリー・エリソン、約6兆9000億円。オラクル創業者。7番目、アマンシオ・オルテガ、約6兆9000億円。ザラ創業者と。ナンバー8、カルロス・スリム、約6兆6000億円。アルメックス会長と。これイタリアの通信大手ですよね。それから9番目、フランスワーズ・ベタンクール・メイエール、約6兆円。ロレアル大株主と。ナンバー10、マイケル・ブルームバーグ、約5兆8000億円。ブルームバーグ創業者と。このような、フォーブスが発表した10大、世界の長者番付10人なんですね。でも以下のような本当の金持ちは隠されてるんだということで、ユダヤ系大財閥、ロスチャード家、オッペンハイマー家、ウォーバーグ家、ベアリング家、あるいは米国の大財閥、ロックフェラー家、モルガン家、メロン家、デュポン家、バンタービルト家、グッケンハイム家、ハニマン家、カーギル家、ウールワース家、カーネギー家、フォード家、ブッシュ家と。から欧州の王族貴族、ウィンザー家、これは英国の王室ですね。タクシス家、からサボイ家、ハプスブルグ家と。タクシス家っていうのが、ドイツですよね。で、サボイっていうのがイタリア、ハプスブルグがオーストリアと。こういう欧州の王族貴族の資産っていうのは誰も知らないですね、これ。から中東の王族ですね。サウジアラビア、カタール、オーマン、UAE と。アラブ首長国連合と。こういう本当の金持ちの名前は出てこないですね。で、ペゾスの資産は16兆8000億円と言われてますけど、それじゃあ欧州ロスチャードの5000兆円と比べたら16兆円というのはほんのゴミみたいなもんですよね。ですから肝心の本当の金持ちのことは一切オックスファムも言わないと、フォーブスも言わないと、隠されていると。なぜ隠すのかというと、彼らこそがいわゆる金融経済の主体であって、金融経済自体を隠すために、みんなが知ってるアマゾンとかマイクロソフトとかからルイ・ヴィトン、モネ・ヘネシーとかフェイスブックとかオラクルとかザラとかロレアルとかブルームバーグとか、いわゆる一般の人たちがよく知ってる大企業の創業者だとの方に関心を向けるということですね。ということで、砂月さん、コンティニューコイン2枚ですね。それからまたもロスチャイルド、ロックフェラー、王室、日本の皇室など隠されていると。そうなんですよ。隠されてるんですよ。というのが今日のメインテーマです。要するに、いわゆるペゾスをトップとするような、いわゆる大企業の創業者の総資産を
仮想の元凶にしているということで、完全に世論誘導してるわけですよね。で本当のいわゆる金持ち、ロシアド、ロックフェラー、あるいは英王室、あるいはバチカン等々の本当の世界のいわゆる略奪者の姿は決して、表に出さないという世論誘導なんです。これ騙されちゃいけないよということなんですね。で肝心なことは私が言っているように、単に貧困と不平等だけじゃなくて、全ての今世界中で深刻化している貧困と不平等ばかりでない。テロと戦争、あるいは独裁者が反対する国民を弾圧するという生活と、それから人間の尊厳が破壊されると。そして、温暖化、気候変動による地球環境の破壊が全面的に始まっているんだと。そういうことの本当の元凶は一体何なのかというと、これらのいわゆる世界の富裕層の問題ではなくて、金融経済自体が問題なんだと。その金融経済自体を問題に、させないために、一般の人々がすぐ飛びつくようなみんなが知っているような大企業の創業者をやり玉に挙げて、そちらの方が悪いんだと。そいつらから追加課税を取れば十分貧困の問題、不平等の問題解決できるんだというふうな世論誘導をしてるわけですよね。それに乗っかっちゃってたらダメですよというのは今日のメインテーマの目的なんですね。で、いつも言ってますように、問題は実体経済の数十倍の規模に膨れ上がり、実体経済を全面破壊、し始めている金融経済自体に課税せよと。で日本の場合は、日本の金融経済の規模っていうのは少なく見積もっても約、1京円1万兆円あるということですね。これは株の取引、年間、1日2兆円ぐらいですから、年間7兆円700兆円ぐらいですかね。あるいは社債、あるいは国債、あるいは商品の先物、あるいはFX、これが7000兆円ぐらいなんですね。6000兆円とか7000兆円ですね。という、いわゆる金融商品の取引規模、これが実体経済、日本の場合は540兆円と言われる GDP の約20倍あると。その20倍に膨れ上がった金融経済に課税することこそが最終的な解決なんだというのが私の主張なんですよね。ですから日本の場合は1京円、1万兆円に 5% の課税すると500兆円ということで、新たに500兆円の税収が生まれるということで、この税収があればベーシックインカムも、あるいは子ども給付金も、あるいは返金する必要のない奨学金制度とか、あるいは教育の完全無償化とか、あるいは、年金とか健康保険とか失業保険とか等々の基金に充当できるわけですよね。財源に充当できると。そして1100兆円までも膨れ上がった国の借金を10年間で、返済すると。そして、借金ゼロの国にするということも可能になるわけですよね。でそのことに、
解決方法を見出させないために、分かりやすいようにいわゆる、今の大金持ち2000、何人でしたっけ、2153人、これをやり玉に挙げるということで、世界中のいわゆる貧困とか不平等に、苦しんでる人たちの関心をこちらの方に向けるという意図があるわけですよね。というのが今日のメインテーマです。フルムーンさん、配信ありがとうございます。そうしますと富裕層課税を主張する米国民主党エリザベス・ウォーレン世論誘導の典型ということになりますかという。だからいいこと言ってるんですけど、最終的には金融経済そのものを問題にしないといけないんですよね。だからウォーレンにしてもサンダーズにしても、実体経済とは別に金融経済が肥大化して、それが実体経済を破壊している。そのために世界中でさまざまな問題が起きてんだという認識にはならないんですよね。だから実体経済、金持ちに課税せよということは一見解決するように見えますけど、それは最終的な解決じゃないんですよね。金融経済自体を縮小させると。そして、全ての金融取引に対して 5% を課税するということによって、日本では500兆円の新たな税収が生まれると。アメリカではおそらく金融経済の規模っていうのは実体経済の日本は20倍ですけど、おそらく30倍とか40倍の規模を持ってるんじゃないですかね。ですから1500兆円の GDP アメリカ、その例えば 30倍ってことは4京5000億円、4.5京円ということで4万5000兆円の金融経済の規模を持っていると。それに 5% 課税するといくつなんですかね。2250兆円もの税収が生まれるということで、ベーシックインカムの導入もできるわけですよね。ということで、ですから富裕層に課税するっていうことは一見正しいように見えるんですけど、そこで止まっちゃうんですよね。そうじゃなくて金融経済自体に課税するというのが正しい解決方法ですよということなんだと思うんですよね。砂月さん、日本で言えばZOZOタウンの前澤社長を日本一の金持ちというようなもの、そういうことでしょうね。彼2000億とかなんかで売ったんですよね、ZOZOを。ということで、ZOZOタウンか、ZOZOタウンですね。からのこのこさん、コンティニューコイン2枚ですね。からフルムーンさん、金融経済の大膨張、今読んでいる中条誠一氏ドル人民リブラの冒頭にもそのことが問題指摘されていましたと。貴重な指摘をありがとうございます。そうなんだ。同じようなことを言う人がいるんですね。そうなんですよ。金融経済自体をがん細胞ですよね。がん細胞を健康な実体経済、健康な細胞である実体経済を破壊するようながん細胞をまず、撲滅して、実体経済をいかに、蘇らせるかというのがまともな
我々が議論すべき問題点だと思うんですよね。ということで、今日のメインテーマの白熊スタンプさんですね、雪まるまさん、ありがとうございます。今日のメインテーマのポイントをアップします。そうか。先ほど朗読したグレタさんの本の今日読んだところだけアップします。そして今日のメインテーマですね。だからフォックスファーム、オックスファームっていうのは毎年毎年ダボス会議の直前にこのようなもっともらしいことを発表して、それであたかも世界の貧困とか不平等の問題は解決できんだというような幻想を与えてるんですね。だから毎年毎年このようなみんなが驚くようなショッキングな事実を発表してるんですけど、でも永久に解決にならないんですよね。ただただ提案してるだけということで、問題の根源を提示してないから結局ダメなんですよね。キャス君ですね、砂月さん。今年の年次報告書でオックスファームは次のように主張していると。これは全部書けますかね。マイナスさん、どうにかいけそうですね。削れば。マイナス1。で、オックスファームが言ってるのは、ここ10年で10億ドル以上の資産を持つ、1000億以上の資産を持つ人の数が過去10年で、倍増したと言ってる。それじゃあなんで倍増したかっていう理由、彼らは言わないんですね。事実だけ言ってるわけですよね。なぜ倍増したのかと、この10年で。それは金融経済が実体経済を破壊して養分を吸い取って、肥大化したから結果なんでしょう。だから問題は富裕層の問題じゃなくて、金融経済自体の在り方の問題なんですよね。金融経済自体がまさにがん細胞として実体経済の養分を吸い取ると、国民資産を略奪するということで、金融経済がどんどん膨張していくと。こういう結果、実体経済が破壊され、成長しなくなっちゃったということですよね。だから先進国、軒並み中国以外は1%、日本なんかは2019年の GDP 経済成長率の予想が 0.89 ですよ。そして今後5年間の IMF の予想は 0.5% ですよ。特に日本はアベノミクスで財政出動350兆、日銀の異次元の金融緩和で350兆、700兆円もの国民資産を導入しているにもかかわらず、なんで 0.89% しか経済成長しないと。どこ行ったのと。で、なんで労働者の賃金がこの7年間下がり続けてるのと。なぜ大企業の社内社内保有資金が470兆円も溜まっちゃってんの、たまりに溜まっちゃってんだということですよね。そのことの答え
誰も言わないですね。事実しか言わないということでしょう。から2番目、世界の最富裕層 1% がわずか 0.5% 追加の財産税を10年間払えば、高齢者介護、保育、教育、保険の業界に1億1700万人の雇用を創出すると。だこんなのただ言ってるだけなんですよね。何の現実的な裏付けがないことを言ってるわけですね。毎年毎年同じようなことを言うだけなんですね、これ、オックスファムは。それで自分たちの存在があるんだというふうに装ってんじゃないですか。しかし、オックスファムはここ10年間に世界各国で、極度に深刻化している貧困と不平等ばかりでなくて、テロと戦争、人間の生活と尊厳の破壊から気候変動と地球環境破壊の本当の元凶を巧妙に隠してんだと。本当のこと言わないんですね。でオックスファムが隠す本当の元凶とは何かと。それはオックスファムが言う世界の最富裕層2153人ではないと。我々の生活基盤である実体経済の数十倍規模に肥大化して実体経済を全面破壊し始めた金融経済そのものなんだと。金融経済をどうするのかという問題を取り上げないで、金融経済で財を成した一部の富裕層が問題なんだというふうにして問題をすり替えるということなんですね。すり替えてるんですね、これね、問題を。金融経済がまさに問題なんだということなんですよ。で金融経済はなぜ問題かというと、要するに金融商品を証券化した金融商品を売買するだけで何の価値も生み出さないということなんですよね。実体経済は日々の我々の生活によって物を作ったりサービスを提供したり、あるいは病気の人を治したり介護したり等々で人の命、人の生活に役に立つ価値を生み出すものなんですね。実物経済なんですね。でその実物経済から派生した金融商品を証券化したものを世界規模で売買するだけで、利益を得ようとするというのが金融経済なんですね。じゃあ実体経済とは何かと、金融経済とは何かということで、今言いましたように、実体経済というのは我々の日々の労働によって価値を生み出す実物経済なんですよ。これは同じやつが来ちゃった。実体経済とはそういうことなんですね。で金融経済とは実体経済から発生した金と金融商品を売買するだけで何の価値も生まない博打経済なんだと。それじゃあ実体経済と金融経済との関係は何なのかと。
金融経済とは実体経済が生み出した各種金融商品を商品化して、証券化して、世界規模で売買して巨大化したものということですよね。で言ってみれば、実体経済と金融経済の関係を分かりやすく言うと、実体経済は人間の健康細胞であり、金融経済はがん細胞ということになると。がん細胞は健康細胞に取り付いて、その養分を吸い取って肥大化して、最後は自死するんですね。吸い取る養分がなくなるから。すなわち金融経済とは実体経済である人間の健康細胞に取り付き、養分を吸い取って、周囲に毒素をまき散らして死ぬまで肥大化するがん細胞のことなんだと。ジョシュアさんですね、マーチンさん、お茶爆店、こんばんはですね。はい。で、オックスファムは本来の本当の元凶である金融経済を隠すために、世界の最富裕層を前面に押し出しているということですね。で、貧困と不平等、テロと戦争、人間の生活と尊厳の破壊、気候変動と地球環境破壊の本当の、それじゃあ解決策とは何なのかと。それはオックスファムが主張する最富裕層への追加課税ではなく、金融経済全体への課税なんだと。課税であると。これによって金融経済を縮小させると。で、実体経済の破壊を停止させて、実体経済を復活させることが本当の解決策なんだということなんですね。で、オックスファムや経済誌フォブスが毎年取り上げる世界長者番付の中には、資産50兆ドル、約5500兆円の欧州ロスチャイルド家のような本当の金持ちの名前が決して出てこないということですね。彼にとってペゾスの16兆なんていうのはゴミみたいなもんでしょ。5000兆円に対して16兆ですからね。それで、フォーブスが去年の長者番付、10位ですね。3、4、5、6位までいきますかね。ザッカーバーグ、フェイスブック、いかないんだ。3と4ですね。で、5、6、7までいくかな。行きましたね、7。だいたい毎年こういう感じですよね。7、8、9、10。
これがフォーブスの発表する10大世界長者番付と。でも以下のような本当の金持ちは隠されてるんですね。ユダヤ系財閥、ロスチャイルド、からオッペンハイマー、ウォーバーグ、ベアリング、からアメリカの財閥ですね。ロックフェラー、モルガン、メロン、デュポン、バンダービルト、グッケンハイム、ハリマン、カーネギー、ウォーからウールワーズ、1234、ブッシュまで入ると、フォードですね。それから欧州の王族貴族ということで、ウィンザー家、英国からタクシス家、ドイツ、サボイ家、イタリー、ハプスブルグ家、オーストリアと。英国の王室どのぐらいの資産持ってるんですかね。誰も資産したことないんですかね。からバチカンですね。バチカンの総資産も謎ですよね。それから中東の王族、サウジアラビア、カタール、オーマン、UAE と。石油成金。ということで、該当記事として、AFP の記事ですね。オックスファムが世界の最富裕層2153人が最貧国46億人よりも多くの財産を持っているという非常にショッキングな、毎年ショッキングなニュースを流すんですね、分析を。でみんなこれでそうなんだということで思考停止しちゃうんですよね。金融経済自体が問題だというところまでいかないんですよね。最富裕層、それじゃ一体誰なんだと、2153人とは一体誰なんだっていう犯人探しの方に行っちゃうわけですよね。というのが今日のメインテーマでした。時間が1時間ちょっとですね、68分51秒。同時期で30名様、全体で93名様、コメントが50件ということですね。で、今日のトピックスですね。トピックス最初。これはあれですね。検察動けと市民が抗議、安倍の犯罪にメスをということで、田中隆作ジャーナリスト、検察に対する抗議運動が始まったという。こんなんだったら日本検察なんかいらねえよとなっちゃうんですよ。検察警察いらないよと、自民党の番犬でしかないじゃないかということですよね。田中隆作ジャーナルさん。そして令和ですね。おそらく火曜日にも同じ記事をアップしたと思うんですけど、京都市長選、令和野党共闘の枠組みを変える可能性があると。同じように田中隆作ジャーナルさん。2月3日ですからね、ぜひ勝ってもらいたいですね。
そしてこれハンギョレですね。社説、捜査権調整以降警察改革立法も速度を上げようということで、韓国はすごいですね。検察改革に続いて警察改革も今手をかけ始めたというムン・ジェイン政権やりますね。日本とは大違いということで、これですね。それからだから検察改革で、大きなポイントは一つは韓国の検察というのは警察の捜査の指揮権を最終的に彼らが握ってたというのを、それをやめさせたんですね。そして警察の捜査指揮権は警察が持つというふうに法律を改めたんですね。から2つ目がいわゆる行為、政治家とかあるいは官僚の幹部行為者への捜査あるいは起訴等々に関して今までは検察が全て取り仕切ってたということで、今回のようにムン・ジェイン政権を揺さぶるために司法長官に対しての捜査あるいは逮捕状請求等々で、権力乱用的なことが可能になったということなんで、この法律を作ってですね、行為者の捜査に関しては従来の検察の組織ではなくて全く別の組織を作ったんですね。作るという法律を通したんですね。ということで、従来の検察によって政権に打撃を与えるために政治的な背景を持って、行為者あるいは政治家を捜査すると、逮捕すると、起訴するということができなくなるようにしたんですね。これが2つのすでに検察改革をした2つの大きなポイントなんですね。そして今回は警察までやるというところなんですね。でこのハンギョレの社説だと、警察改革のためには関連法案が早く行わなければならないのは当然だと。遅くはなったが第20代国会が終わる前までに最大限の警察法改定を急ぎ、検察改革と警察改革が同時に進行させるようにしなければならないと。警察も法改正に備えて細かい点まで準備しなければならないのは当然だということですね。日本と大違いですね、これね。から今度は大砂塵砂嵐に巨大氷が来週ということで、森林火災で病変したオーストラリア東部という、AFP 日本語版の記事ですね。気候がもう大変動しているということですよね。から日韓現代、ゴーンが逃亡直前極秘インタビュー10時間で語ったことっていうことで、郷原さんがインタビューしてたというのが分かって、日韓現代が郷原さんにインタビューしたんですね。でこのインタビューを含めて郷原さんは今年の4月めどに、おそらく日経新聞だと思うんですけど、大手経済新聞社から
本を出す予定で準備してたらゴンが逃亡しちゃったということで、結局この出版の計画は中止になっちゃったという、かわいそうですけどねということです。でこのインタビューの中で、彼が郷原さんが言ってたのは、なぜ、逃亡したのが31日12月の29日か30日ぐらいですよね。で、10時間で5日間、毎回2時間ずつで5日間でやったんで、最後のインタビューが12月の27日だと言って、今から思うとなんかそれまでのインタビューとは違って27日の最後のインタビューは言葉が少なかったというふうに言ってるんですね。ですから今から思えばもうそれを準備してたんだろうというふうに彼は言ってるんですね。そして、インタビューの中で、ゴーンが日本の司法制度を批判した直接の理由として2つあって、1つは、裁判の期日が検察の勝手な言い分でですね、今年の10月ぐらいに予定されているのが来年再来年になっていつか分からなくなっちゃったということ、それから裁判所の命令で、保釈中特に奥さんとそれから息子さんと家族と全然面会できないということで、それがものすごい苦痛だったんですね。でこのことを彼はインタビューの中で強く日本の司法制度は異常だというふうに言ってたっていうんですね。でそれが、ベイルートへの逃避行の直接の原因だったろうというふうに言って、でその後か電話でベイルートのゴーンに電話で、インタビューしてるんですね。そして、ゴーンが言ってたのは、100% の可能性はないにしても 75% ぐらい可能性があったんだと。75% だったらやる価値があると。もう最高裁まで、今後10年間ずっと家族にも会えず、生殺しみたいな状態に日本で、なるのは到底我慢できなかったという、そうでしょうねということです。本にすればいいんですよね。そして、今日の重要情報、安倍首相が日米安保改定60年で祖父自慢連発ならば教えようと、岸信介が永久戦犯を逃れるために米国の手先となった証拠ということで、これ非常に重要な記事ですよ。これ長い記事ですけど、でこの記事の中で言われているのは、岸信介が東條英機と二人三脚でやってたんですね。で最後は東條英機を裏切ったということなんですけど、なぜ裏切ったかというと、もう日本はアメリカに負けると、そうすると自分は戦犯に、ならざるを得ないと。でも東條英機に抵抗したというアリバイがあれば除名できんじゃないか、除名される可能性があるんじゃないかということで、彼は最後に、東条に反旗を翻すことによって自分の延命を図ったというようなことが出てるんですね。それと彼が満州の実質的な首相として君臨し、麻薬を主な財源として、麻薬の密売をですね、あるいは製造を満州でやったと。それを財源にして、
満州帝国を拡大させたということも書かれてるんですね、この記事の中でね。その辺が今まで、全然表に出てきてないんですけど、岸信介が満州でやった犯罪行為、これを暴く必要ありますよね。そして3つ目が公文書の中で岸信介に関するいわゆるあれほどのいろんなことをやった人物に関して、1000枚とか2000枚とか3000枚ぐらいのアメリカの公文書に残ってる岸信介関連ファイルがあるはずだと。でも実際に、岸信介のファイルを見たら5枚ぐらいしかなかったということで、残りはいまだ解禁になってないと、公開禁止処分になっているということが書かれてますね。だから岸信介がいかにアメリカとの間でやばいことをやったかということなんですよね。今でも、岸信介ファイルっていうのは公開されてない理由っていうのはそこでしょうね。で他の永久戦犯なんかに関しては1500枚とか1000枚とかという公文書が残ってるんですよね。でも彼に関してはたった5枚しかないということで、残りは隠されているということがこの記事の中で書かれていますね。ぜひお読みください。ということで今日の月曜日の放送はこれで終わりですね。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトですね、いただきましてありがとうございました。時間が1時間22分37秒と、同時期で視聴されている方が29名様、全体で102名様、コメント数が58件ということです。現在日本時間で時間が夜の10時42分ということで、開始が比較的早かったんで、早く終わりますね。このぐらいだとちょうどいいですね。ということでお疲れ様でした。砂月さんお疲れ様でした。ということで、明日また火曜日放送ありますので、よろしければまた合流してくださいと。9時から9時間半の間に開始したいということでいつも言ってますけど、またよろしくお願いします。お疲れ様でした。